こんにちは、フィズです。物理のしっぽ。今回から講義動画でもよく使っているデスモスというアプリの紹介をしていきたいと思います。デスモスというアプリは基本的に数学のグラフを記述するためのアプリなんですけれども、これをうまく使ってあげると物理現象を仮想空間の中で実際の物理法則に従って表現させるようなこともできてすごく便利です。でしかもこのアプリなんと Web アプリになってます。だからスマホの種類が iPhone だろうと Android だろうと使えるし、パソコンでもどんな OS でも使うことができてめちゃくちゃ便利なんですね。なので理系の人はぜひこのアプリ使いこなせるようにしておくと、なんかこのグラフってどういう意味なんだろうとか、この関数ってどういう形してるんだろうとか、そういうのが気になった時にめちゃくちゃ便利なので、数学が大好きって人も見てもらえるとお得かなと思います。じゃあ早速操作しながら説明していきたいと思います。それでは早速デスモスのアプリ開いてみたいと思います。これデスモスっていうねアプリを取ってあげても使うことができるし、 Web アプリなので Web ブラウザ上でデスモスっていう風に検索をかけてあげると同じような画面を出してあげることができますので見てみてください。でデスモスのアプリを開いたらまず最初に必ず確認してほしいこと、今僕これログインされた状態になってるんですね。でアカウントを作ってログインしてあげるっていうのが必須になります。別に必須じゃなくても使えるんですけど、ログインしておかないと保存ができません。ログインしておくと保存ができます。でもちろんこれ無料でできますので Google アカウントで連携できたかなと思いますので、ぜひGoogle アカウントを取って連携をさせてあげてください。さあでまずは今回はねデスモスの使い方の基本について触れていきたいと思います。 X 軸と Y 軸があって、ここにグラフが描画できますよというのがデスモスの基本になっています。でとりあえずグラフといえばまずは一次関数打ってみたいですよね。ということで y イコール x とか打ってみましょう。そうするとこんな風に一瞬で y イコール x のグラフが書けます。当然これ x のところを 2x にすれば傾き変わるし、 3x にすればもっと急になる。2分の 1x とかやったらこうやって傾きが薄めのグラフとかもすぐに作ることができます。で他にもいろいろ関数あって双曲線もできるし、2次関数も3次関数も三角関数も何でも作れるんですけど、まあとりあえずね今日はそこがメインではないので、2次関数やってみましょうか。間違えた。 y イコール x の2乗。2乗はチルダ2で打てるっていう話を前の動画でしてると思います。ぜひこちらもご覧ください。さあ y イコール x2 乗の赤いグラフと y イコール2分の 1x 今表示されてますけど、2つのグラフが出てきました。ちなみにこれ y イコール2分の 1x プラス1とかやってあげたとして、こんな風にね簡単に y 軸方向に動かすこともできるんですけど、 y イコール2分の 1x プラス 1 y イコール x2 乗っていうのが出てきた時に、例えばこの2つの式がイコールになる点探してくださいでしたら x2 乗イコール2分の 1x プラス1、グラフを選んであげて交点にこのグレーのね点が出てくるので、ここにカーソルを持ってってあげます。そうすると実はこれで解が出せることができたりします。 x イコールマイナス 0.781 が解の一つで、もう一つは x イコール 1.281 が解の一つだそうです。もしかしたらこれね有効数字4桁で表されているのかな、ちゃんと計算しないと分かんないですけど、数学の方程式を解くのにも実はこんなね悪用の仕方があったりしますので覚えておくと便利かもしれません。さあ、平行移動なんですけれども、今ね上の一次関数はこれ y 方向に1平行移動した形っていうことで、こんな風に表すことができるんですけど、例えば二次関数でも y イコールカッコつけてあげて x-1 の2乗とか打ってあげれば二次関数を x 軸方向に1動かしたグラフっていうのを作ることができたりします。当然これを2にしてあげれば2右に動くし、4にしてあげれば4右に動くみたいな使い方をすることができるんですけど、こうやっていちいち全部打っていくのめんどくさかったりするときは x 引く例えば a とか置いてあげます。そうすると今まで出てこなかったスライダーを追加っていうボタンが出てきました。気になりますよね。これとりあえず押してみましょう。そうすると A のこんな画面が出てきます。初期状態ではスライダーを追加するとイコール1っていうのが代入された状態になるんですけど、ここにバーが出てくるのでこれを動かします。そうすると右のグラフがこんな風に一緒に動いてくれるんです。めっちゃ良くないですか？しかもこのグラフの形がね、またこのアプリはね美しいんですよ。とても見ていて和みますね。でまたこの左側に再生ボタンみたいなのがあるじゃないですか。ここを押してみます。そうすると何が起こるかっていうと、こんな風にね勝手に動いてくれるんですよ。行ったり来たりみたいな。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。
でちなみにこの再生ボタンの下に行ったり来たりみたいなアニメーションのプロパティっていうボタンがあるんですけど、ここを押してあげると片側一方通行で何回も繰り返しますっていうオプションだったりだとか、今これ10までいくと左からまた出てくるみたいな形になります。他にも1回きりでおしまいですよとか、 A を無限までずっと増やし続けますよっていうボタンだったり、あとは速度変えますよみたいな、速度を遅くするとこんな感じでね動きが遅くなるよみたいなボタンだったりがここに入ってますので、ぜひこれも覚えておいてください。というふうにこの Desmos というアプリは変数を動かすことで自由にアニメーション化することができるんですね。本来はこうやって数学のグラフを簡単に表示するためのアプリだと思うんですけど、このスライダー機能を使ってあげるとこの中に物理法則を具現化できる空間を作ることができるわけです。これがめちゃくちゃ面白いので、次回以降の動画のテーマでいっぱい紹介していこうと思っています。さあ、今日の一番最後のお話、点というのを打てるという機能を紹介しておきます。点はすごく簡単で、例えば x イコール1 y イコール1っていうところに点を打ちたかったら1カンマ1というふうに言ってあげてください。そうすると今ここに緑色の点が出てきました。でこの点の色もね好きに変えれたりしますので、これ長押しですね。ここの点のところ長押しなんですけど、例えば紫が良ければ紫押してあげれば色を変えることができます。でさらにですね、例えばマイナス2マイナス1とかいうところに点をもう1個今打ってみました。でこんな風に2つの座標を指定してあげるとそこの対応する点を打つことができます。でここで例えばこの点に名前を付けてあげることもできて、 P イコールってやってあげると点 P という形になります。でこっちを点 Q っていう形で Q イコールっていう風にしてあげると点に名前を付けてあげることもできます。で点に名前を付けると実はこの点の中の座標っていうのが可変になって、例えば点 P をこうやって動かすと勝手にねこの左側の数値が動いてるじゃないですか。こんな風にここの座標いくらみたいなことができるようになるわけです。この点に加えてもう一つめちゃくちゃ便利な機能があるので、これも追加でお伝えしておきますが、これ2点間の距離ってずっと出してましたけど、2点間の線分ですね。この今作った P と Q の間の線分を引きたいみたいな時がたまに出てくるんですね。でこのやり方をお伝えしておきたいと思います。でとりあえず PQ を定値に1回戻しますね。13マイナス1マイナス2とかにしようか。でグラフ邪魔だから1回消します。グラフはねここのカラーボタンを押すと消えますので覚えておいてください。で2点間の線分を引きたいってなった時にどういう手が使えるかということなんですけど、これ実はベクトルと同じ表記で線を引くことができます。これどういうことかっていうと、今この点 P っていうのは原点 O に対して右に1上に3進んだところの点ですよというような表記になってるわけですね。同じく点 Q も左にマイナス1下にマイナス2という動きをしたところの点ですよという表記になってるんです。だから1ベクトルっていう見方をすることができます。でじゃあその線分を書くためにはどういう手法が必要かっていうと、数学でもう習ってる人は分かりやすいと思うんですが、とりあえず P から見た Q ベクトルなので Q ベクトルですよっていう書き方をします。つまりこの状態であればマイナス1マイナス2という書き方になるわけですね。でそっから実は原点を P に持ってってますよっていうことなので P の座標で補正してあげないといけない。なのでこれ相対速度と同じような考え方なんですけど、マイナス P の座標13というふうにやってあげると P から見た Q のベクトルっていうのが実は今どっかに出てくるんですね。でぴったり P と Q の間の線分にしたかったらどういう手を使ってあげればいいかっていうと、ここで小文字の t っていうのを使います。 t 倍のマイナス1マイナス2っていう線を引いてあげる。そうするとこんな感じでなんか線っぽいのが出てきましたね。であとはマイナスの中身を t-1 倍っていうふうにしてあげます。そうすると P と Q を結ぶ線分というのを引くことができます。これがちょっとだけちゃんと数学的に分かってないとできない機能なのでややめんどくさい部分だったりします。デスモスのね。ちなみにこれ0から t が1までっていう設定だとちょうどこういう線分になるし、これが2までっていう設定にすると2倍の長さにすることができたりします。まあ基本的には1で使うことが多いと思いますので、ぜひこの機能は覚えておいてください。ちなみに次の動画でも説明しますが、スモール t はこの線分を
引くための記号として固有の役割を与えられている記号なんですね。なので物理で現象を動かそうと思ったら時刻 t を変数にしたかったりすると思うんですけど、スモール t そこで使っちゃうとこの機能を使う時にバグが起こったりしますので、そのあたりも含めて次回以降の動画で紹介していきたいと思います。ということで今回はデスモスの基本的な使い方、特に物理現象を見ていくにあたってよく使う機能について説明をさせてもらいました。これからも物理の講義の動画だったり、こういうちょっと遊びながら勉強できるようなものの紹介だったりっていうのをしていこうと思いますので、もし気に入った人はチャンネル登録よろしくお願いします。